しといてあげてますね。少しラー油かけても美味しいですね。はい、空心の大沢です。よろしくお願いいたします。今日はね、本格的な、ハイナンライスを作っていきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。でポイントとしてはですね、今日は、鶏のももと胸を使って、鶏胸はしっとりと、鶏ももはホロホロっとした食感のね本格的なハイナンライスに仕上げたいと思います。でこちらがね今沸いているのが中華スープですね。こうちょっとね柔らかくこう沸いてる状態ですね。でそこの中にこう鶏胸ですね。鶏胸を入れていきます。でポイントとしてはですね、今入れてこのスープの温度が下がってますのでちょっともう一度一沸かしするぐらいですね。スープの量とかはどのぐらい入れたらいいと思いますか？この鶏胸肉がねこうしっかりと浸かるぐらい少なすぎるとねやっぱこう火が通りませんので、このしっかりと浸かってる感じですね。あと胸肉はその常温に出しておいた方がいいとか冷蔵庫？そうですね、少し常温に出して温度を戻しておいた方がいいですね。冷たすぎると中まで火が通りません。はい、でこういう風にねまたポコポコポコって沸いてきたらねもう一回火は止めてください。はい、でそれでね、このまま、火を外して30分ぐらい置いておきます。そうするとね、スープの余熱で、鶏にしっとりと火が通っていきます。はい、次にですね、ハイナンライスを炊くスープの準備ですね。今日は材料としてはこのレモングラスと昆布みかんですね。これがポイントですね。今ね定食材屋さんとかに行くとね売ってます。で昆布みかんですね。ちょっとねこう香りが出やすいように下のところは切り込みを入れておきましょう。それとニンニクですね。はい、ちょっと潰すぐらい。後でね取り出しますのであんまし細かくしてしまうと取り出しにくくなってしまいます。で昆布みかんの葉っぱ、これがねすごくレモンの香りがして美味しいですね。それと、生姜の皮ですね。フライパンにですねサラダ油ですね。大さじ2ぐらいですね。はい、そこに先ほどのレモングラスと、昆布みかんの葉っぱ、にんにくですね。弱火でねゆっくりと香りが出るまでねゆっくりと、火が強いとね香りが出ませんのでゆっくりとねしてください。はい、こうやってにんにくとレモングラスのいい匂いがしてきました。はい、そこにね、スープですね。先ほど、鶏を茹でてたスープ。はい、そこにお塩ですね。それとお砂糖、胡椒ですね。胡椒。でここでね一沸かしします。はい、じゃあ一沸かししましたので、じゃあもう炊飯器の中にですねお米ですね。今日は、ジャスミンライスっていうタイ米ですね。このお米はね洗わなくていいですのでもうそのまま炊飯器に入れてください。でそこに先ほどのスープですね。でねこれ炊く前のねこれ絶対ひと混ぜしてください。でそこに鶏もも肉ですね。骨付きの鶏もも肉入れて、で炊飯のボタンを押します。はい、次はですねハイナンライスのネギと生姜のソースですね。こちらネギを白ネギを、ね、みじん切りにしたものですね。でこちらが生姜をみじん切りにしたものですね。でここにお塩、お塩とねお砂糖を入れるんですけども上にのせるのはね、お塩だけにしておいてください。お砂糖のせちゃうとね焦げてしまいますので、はい、そこにフライパンにはサラダ油ですね。ピーナッツ油とかがねあれば一番美味しいんですけども今日はもうサラダ油でも十分美味しいのでサラダ油で、油がねこう煙が出るぐらいまで熱く熱していきます。こういう風にねだんだんこう煙が出てきました。これぐらいね熱くなったらねこれをネギにかけていきたいなと思います。でそこにお砂糖ですね。はい、それと薄口醤油ですね。
はい、でこんな感じで、ネギのソースと完成ですね。これで、ね、もうちょっと油とお塩が馴染んでくるともうちょっとねしっとりしていきますので、これで完成になります。はい、じゃあ今ご飯が炊けました。美味しそうに炊けてますね。じゃあねちょっとこの鶏は取り出します。あとねこのレモングラスですね外しておきます。この間にですね、先ほど、茹でておいた鶏胸肉ですね。すごくしっとりとね仕上がっております。こんな風にねしっとりと仕上がってますね。ちょっと待ってこんな炊きたてどうしようかな。ちょっと熱すぎるでこの鶏胸はしっとりとこの鶏ももはホロホロっとした感じですね。では炊けたご飯を盛り付けます。でここにネギのソースですね。でお好みでシャンツァイですね。でお好みで少しラー油をかけても美味しいですね。これでハイナンライスの完成ですね。ではエビマヨからいただきます。召し上がってください。すごい特徴的な味ですね。これは一番人気ですね今。はい。はい、では続けてもりもりですね。食べにくそうですね。では絶対にちょっとこぼしますが、こぼすための下皿なんで。はい。でまずこのお肉ですね、いただきます。どうぞ。もも肉はホロホロですね。そうですね。またねこの胸肉との食感の違いを楽しんでいただけたらなと思います。では胸肉もはい。いただきます。そう今まで食べた胸肉で一番しっとりしてます。そうですね。もう本当にゆっくりと火を通すとねこういう風に胸肉も美味しく仕上がるんで。下のご飯もすごく本当香りが引き立っていて、なんか本格的というか本格的なんですけど、すごい美味しいです。そうですね。このジャスミンライスの香りとこの小ぶみかんとレモングラスの香りがねすごくいい香りしますね。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。